本当にその刀を買えるものなら、それは1億持っててもそれ欲しいというのがやっぱりものづくりというのはどっちかというと子供に占めたところありますよ、ものを作る人っていうのは。ね、でそれが2席だったんですよ。よし来年は絶対トップ取るぞ、トップ取りました。改めてどういうきっかけでこの世界に25歳までサラリーマンやってました。それで25歳からこの世界に入りましてね、5年間の修行を経て30で、独立をしたということです。それで今年でちょうど独立をして45年になるんですけどね。おめでとうございます。そういえば年が分かるでしょ。75歳なんですよ。それでもね、コツコツとやっぱりまだまだ弟子の方も、養成しなくちゃいけないという責任もありますんで、老骨むち打って現在もやっております。はい。これからここに力入れようっていうとこってあったりしますか？そうですね、いろんな名刀がたくさんあります。やっぱその古い名刀の中でやっぱ好きなものがあります。で刀には電宝五花伝っていうのがあるんですね。そういう形に入っとかないと入って作らないと刀じゃないというようなね、いわゆる伝統に基づいた作り方をするっていうのがあるわけです。電報によってその区分けされた刀の中でこの刀は好きだな、この刀はいやあんまり自分にはあんまり興味ないなっていうのがそういう名刀もあるわけね。だからそういうものを目指してやっぱり作れないかもしれないけどやっぱ近づけたいという気持ちはありますね。だからこれはもう余談になりますとね、例えば昔の3億円当たったらどうしようかと。私はね3億円当たったら1億円持って自分の好きな刀を買いに行くってそういうでそれこそ何千万も1億もねするような刀があるわけですから、だから本当にその刀を買えるものなら、それは1億持っててもそれ欲しいというのがまだこの年になってもそうですよ。なるほどですね。だからそういう刀に近づけたいというのがね、願望としてありますよ。子供みたいな話ですよね。その宝くじ当たったらどうするかという話ですから。でもやっぱ子供の好奇心に勝るものはないっていうか山下清さんの貼り絵を最近見ても感激したんで、なんか生まれたまんまの感性でものを作ってるなんかそういうものになんか先生も通ずるんですね。だからやっぱりものづくりというのはどっちかというと子供に占めたところありますよ。ものを作る人っていうのは。ね。人間っていうのは童心に帰ると非常にまた発想がまた面白い発想ができて。小さい時からそういうことを考えると当然これは感性に変わっていくわけですよね。例えば絵を描かせたらとんでもない発想の絵を描くとかそれ感性ですよね。だからものづくりの中には感性というのは非常にやっぱ大事な要素かなというふうに感じますね。今でもなんかこう感性鍛えるためというかなんかされてることってあるんですか？例えば音楽とか芸術。いやもう今何にもない。もう若い時は音楽もやりましたけど、若い時ここの地元にカメラのクラブがあるんですけどね、カメラやったらって言ってカメラやったことあるんですよ。そういう時期がありましてね、コンクールばっかり狙ってました、写真でね。だからそれも感性なんですよ。そうですね。だからある時に
いやあそこ優勝戦というかグランプリもらわんといかん、でそれが2席だったんですよ。よし来年は絶対トップ取るぞ、トップ取りましたのそれやっぱ一つの完成、ああこういうか、正を取るのか銅を取るのか、ね、そういうことを考えました。だけどやっぱり、刀に戻りました、どうしてもね、もうこの年になるとね、まあ刀触っとった方が一番楽しいんじゃないかな